はい、今日はね、裏に TN プロデュースチャンネル見ていただきありがとうございます。今日はね、通平性が変わり、感性の性感の特徴を見ていきたいと思います。この星はね、男性にとっては子供、女性にとってはね、性感は夫の星の意味があります。で、前回もお話しましたけど、性感はね、男女ともに仕事の星になります。またね、性感はね、安定志向のため、一匹狼ではなくて、組織の一員として活躍できるような方が多い傾向があります。また周り側からね、きちんとした人という評判を得ていてね、任されたことはね、真面目に最後までやり遂げますし、礼儀の正しさも目立ちます。特にね、目上の人に対しては決して失礼な態度を取りませんから、かなり評判はいい印象な、面もあります。で、このようにね、このチャンネルでは今あなたの本質、伸ばすべき長所と改善すべき短所や人間関係や価値観、才能、恋愛、健康、結婚の悩みなど、自分自身がね、どういった人物なのか、自分はね、どんな性質を持っているかなので、そんなあなたの悩みをね、いい方向に占いともに向かわせていただく説明をね、このチャンネルではしておりますので、ご自身をね、もっと知りたいという方や、知って幸せになりたいという方はね、手助けになれるかもしれませんので、よかったらね、最後までご視聴いただけたらと思います。よろしくお願いします。で、現在ですね、通平性というあなたの人物像がどのようなものか分かる星を学んでいますので、出し方が分からない方は、この動画を参照か、概要欄にね、名式のリンクを通常貼っておりますので、参照していただけたらと思います。で、今はこの部分、成果についてお伝えしております。で、そんな成果さんのキーワードはこちらになります。夫、監視、慈悲、相続、管理、品位、信用、名誉、義理、常識になります。ちなみにね、前回の変化の性質はね、自身の培った義理人情を持ち、突進型でね、リーダーとして引っ張るタイプでしたよね。それでいて、温めがあり、義理がたいのですけども、運気の波が激しいため、障害も多くなる特徴がありました。一方ですね、今回の性感は、組織の中で力を発揮するタイプで、基本的にね、性格が安定しており、人との調和の中でね、着々と実力を固めます。つまりね、変化は引っ張っていく方で、性感はね、それを支えてついていく方なんですよね。それで、変化という星はね、基本的にエネルギッシュでしたよね。よく行動し、物事に挑戦的でした。またね、その指針となるのは、内在性のね、溢れ出る衝動や欲求であり、初めからね、規則が定まった世界よりね、心よくままに冒険する性質でしたよね。聖火さんの長所になります。こちらになります。的確、真面目。信用度が高い。これ色変わってるんですけど、気にしないでください。で、的確で、特に聖火の場合はね、言葉を大事にするので、誰かはね、意見を黙ってそのまま受け入れることはほとんどありません。まずね、反論や否定のできるポイントを探します。だからといってね、それをそのまま口に出すとは限らないので、反論できる種をね、用意しておくことで、いつでもね、その場の主導権を握る準備をしております。それで力を手に入れ、満足するんですよね。実際にその力を使うことは稀なんですけども、その気になればね、いつでも自分が優位になれることを知っているので、そういう力を持っているので、そういったところでね、自分の余裕で心を満たしているんですよね。まあ、力といってもね、物理的な力ではなくて、かけながらね、上を支えていくような権力や発言力の力なんですよね。で、真面目で、このようにね、玄明が成果の人は、計画性とね、管理能力に優れています。優等生のタイプでね、品があり礼儀正しい性質です。またね、上司や先輩を敬いね、世間の常識やルールを重視します。そのためね、真面目で下品な振る舞いを嫌うでしょう。なのでね、組織の中で強調し、力に存分に発揮する傾向があります。でね、成果さんに結構多いんですけども、僕の周りでもね、結構、成果の方はね、なんていうんですかね、部下っていうよりはね、学校でも、仕事でも、やっぱ先輩の方が、仲いい人が多いっていう傾向があります。で、信用度が高いですね。常に正しくあることを目指し、自分にもね、他人にも厳しい人です。実際にね、正義感に溢れ、ズルをしたりね、嘘をついたりすることは許しません。冗談が通じない硬さがありますけども、信用度抜群の頼れる人となります。次、短所ですね。じゃあ、プライドが高い。固定概念にとらわれやすい。この概念にとらわれやすい。信じやすいですね。プライドが高くてね、権威主義である性質からね、相手の地位や立場によってね、態度が変わってしまうこともあります。で、こうするべきだったりね、この方法を取るのが常識的といったね、反論を認めないことをね、使ってしまうため、このような印象を与えてしまうのかもしれませんね。ですので、冒険的なことは好みません。プライドが高くてね、ツンとしたところがあって、冷たい印象を与えがちですが、謙虚さを忘れなければ、人の心を掴むことができます。固定概念にとらわれやすいで、またプライドの高さゆえね、ある特定の価値観にとらわれて、融通の利かない頑固者や偏屈者に、ね、なりやすいことも注意が必要です。
なんで、プライドが高いのでね、自分が正しいと考え、それに沿わないものを見ると、イライラしてどうしようもないこともあります。それでね、それを傷つけられるとね、葛藤が激しくなったり、孤独な気持ちになったりしてね、ポケと自分が折れそうな心境になります。なので、誇ることなくね、自信を卑下することなく、淡々とね、中庸の道を歩むよう心がけることも大切になります。信じやすいで、先ほども説明しましたけども、プライドも高い上でね、曲がったことが嫌いなんで、真面目すぎて、潔癖症のような面もあります。そんなことからね、逆にね、騙されやすかったり、信じやすいという傾向もあるんですよね。まあね、よく捉えれば、とても純粋に人のことを信じる一途な人なんですけども、この人についていくと決めたら、自分が犠牲になってでも相手に尽くしていくというタイプでもあります。前回話したね、財政の製材の真面目さとは異なり、人の意見にね、流されて、自分の意見よりね、相手の意見を聞く傾向があるので、時間はね、かかってもね、自分の意見を発するということを意識しましょう。成果のね、几帳面さがね、強調されるので、きっちりすぎる、堅苦しい、一緒にいるとね、息が詰まるといったね、評価もね、受けてしまうこともあります。物事を解決するでね、違う案やルートがあってもね、冒険や遠回りせず、ワンウェイで突き進む傾向もあります。要するにね、いろんな視点から考えて、うまい話があったりしたらね、まず疑ったりしましょう。でね、タイトルにも書きましたけど、芸能人でね、これはね、木下ゆきなさんが持ってました。これはね、ちょっと伝えてなかったんですけども、聖火さんはね、先祖代々、裕福な家系の方が多いです。実際ね、彼女の祖父は人種ということもあり、裕福な家庭とのことでした。またね、彼女はね、明式に聖火が2つあって、偏在もあったので、偏在の人気が出ることがある一方で、聖火が2つあることから、夫という星からか、夫を2人以上抱えるというね、アンチも出ています。まあね、偏在を持ってて、最初はね、おバカタレントというキャラクターでね、人気が出てて、藤本さんとお付き合いされてね、美女と野獣カップルなんて言われてましたよね。こういったことからもね、おそらく顔で選ぶとかじゃなくてね、おそらく内面を見て、恋愛対象もね、真面目だったと思いますけども、真面目すぎるかゆえにね、悪く出て、良くも悪くもね、オブラートに包んだ言い回しができず、ストレートに思いを伝えてしまいがちなんですよね。これでね、プライドの高さが多少なりとも特徴として現れるので、周りの目もね、特に気になります。それがいい方向に向かった場合、例えばね、出るタイミングや世の周りの声をね、傾けられるんですけども、逆にね、真面目でね、よく思われたいがゆえに、考えるよりも先に行動してしまいね、不用意な失言をしてしまいがちです。まあね、感性はね、責任感とプライド、行動力を意味する星なんで、そういったね、その一つの発言でね、失うことも大きくなるので、彼女はね、世間体を守るために使い合わせず、引退したのだと思います。そのためね、あのような言動と事件を起こしてしまったのかもしれません。そしてね、何度も言いますけども、感性は行動力、その中で性感は女性にとっては夫の星なので、実際ね、感性を持つ方は異性関係が途切れない傾向があります。実際ね、複数人と関係があったような話もありましたよね。で僕の占いのね、特徴から見た個人的な意見なんで、ご理解ください。はい、今日のまとめ。今日はね、何度もプライドが高いと話しましたけども、セイカーさんはね、通性の中でも最もプライドが高い傾向があります。また僕の知人にもね、セイカーの女性がいますけども、やはりね、家柄が良く、真面目な印象でしたね。裕福な家庭で育ち、子供の頃からね、音楽を習ってきたという不自由のない生活をしてきた方でした。セイカーの方は、家系の方がね、先祖からの関係が深く、養子をね、迎え入れることが多かったりもします。はい、ではね、今日はここまで。次回はセイカーさんの持つ仕事の特徴を説明していきたいと思います。また Twitter、Instagram でね、配信情報をね、配信しますので、友達追加よろしくお願いします。今日はね、見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。